One bag, one life。皆さんこんにちは、ときまるです。東京の何もない部屋でサバイバル生活を送っています。はい、ということで、今日は One bag, one life ということで、最近のアップデートを共有していきたいと思います。実はですね、昨年、秋頃かな夏頃か、夏頃に、このね、バックパックを手に入れたんですよ。で、それまで私ずっとバックパック一つで暮らしていたんですけど、何回もこの、チャンネルに登場している、ハイパーライトのデイブレイクっていうバックパック、17リットルの。それ一つでね、もうずっと暮らしていました。4年間ぐらいかな。4年間ぐらい暮らしていて、で、またね、ちょっとこう山、ハイキングとか、ちょっとテントとかね、テント泊したいなっていう感じになってきて、そのスリーピングギアみたいなものを買い戻したんですよ。で、一時期ちょっと前も使ってた時期あるんですけど、それを手放して、もう一回同じものを買い戻してると。で、それが去年なんですよね。で、それからですね、いろいろ紆余曲折あって、で、ずっと2大体制でやってきました。はい。このバックパックともう一つデイブレイクっていう、もう2大体制でやってきていて、で、それは自分の中では、区分け的には、普通の生活をするようなものを入れているバッグと、もう一つは完全に山用のですね、ハイキングとかアウトドア用の荷物を入れている。で、その旅に出るときは、その両方からいろいろ荷物を整理して、で、自分が旅に適したものにして出発するみたいなことをよくしてたんですけど、それを今回ですね、ようやく一つに統合しました。はい。で、なので、再びですね、そのワンバッグワンライフスタイルの一つのバッグで生活するっていうスタイルに戻りましたね。はい。それをちょっと皆さんに今回ご紹介したいと思います。はい。で、今回のコンセプトとしては、One Bag, One Life っていうことで、このね、バックパック、ハイパーライトのコントゥ35ですね。35リットルです。35リットルに入るものだけで生活するっていうシステムです。で、これ一つで山と旅と、そして街、それから制作ですね。自分が映像とか写真とかそういう制作、そして文章を書く創作みたいなもの、そういうものすべてをこれ一つで行うっていう風なシステムになっています。で、これ一つにすることによって何が起こるかというと、まず場所に縛られないノマドな生活スタイルが完了するということ。それから、これ一つで引っ越しができてしまうっていうこと。それが二つ目。それからもう一つは、緊急時にこれ一つで脱出できる、防災バッグにもなるっていうことです。その三つですね、利点は。で、内容としては僕がこれまで発信してきているような、ハイキングですね。ウルトラライトハイキングとミニマリズムを掛け合わせた、エクストリーム時丸田中スタイルみたいな感じになっています。で、その経緯を話していくとね、結構ね、ここにたどり着くにはちょっと時間がかかりました。だから結局もう半年、10ヶ月ぐらいかかってるんですよね。もうずっとね、バックパックを一つに統合したいなと思っていて、去年からずっと試行錯誤して、で、実際にそのフィールドでも使ってみてみたいな感じで、で、私がこれまで使っていたデイブレイクっていうのは、17リットルっていう割とコンパクトなサイズで、で、本当にファスナーでね、アクセスがしやすかったりとか、後ろに PC スリーパーついていたりとか、で、素材はDCF っていう素材で、防水でもあるから、防水カバーがいらないとか、で、軽くてね、560g ぐらいかな。で、軽くて耐久性があるっていうことで、ものすごく重宝していたんですよ。で、もう1泊2日とか、もう2泊3泊、普通の平地の旅だったらもうそれで全て完結できるような感じで、で、問題が山だったんですよね。山だけがちょっと問題で、というのもやっぱりその1泊以上になると、スリーピングギア入れることになるので、そのシュラフとかテントを詰めた時に、ちょっと限界になるんですよね。限界の容量になる、自分的には。で、それはカメラがあるっていうこと、撮影機材があるっていうことと、あとドローンとか三脚とかね、そういうものを詰めていくと、もうちょっとギリギリで、一回トライしたことあるんですけど、詰めはするんですけど、今度食料と水が詰めなくなるんですよね。どうしてもそこの壁にぶち当たってしまって、で、それでもうこのコンテナの35に、こっちに統合しようっていう風になりましたね。はい。
で、本当に長らく使っていてかなり愛着はあったんですけど、幸運なことに、自分が今やってるメンバーシップ、ときまるコアの方で、メンバーの方にお譲りすることができてね。本当に良かったです。その方にもガチガチ使ってもらって、はい。で、自分はもうこれ一つに今後なっていくと。そういう感じです。そういうわけでね、なかなか統合が難しかったんですけど、今後はこれ一つでいけるって感じです。はい。はい。でね、今ね、今生活で使っているものと、プラス、シュラフですね。シュラフはこの中に入れてません。で、モジュールシステムっていうのを作っていて、その目的とか行く場所によって、中のモジュールを入れ替えることによって、最適化して持っていくっていう風な感じにする。だからこれは、完全ノマドスタイルではなくて、家があるっていうことが前提なんですよ。だから私はこの東京の一応拠点っていうのがあるので、ここに、置いておけるものは置いておける。例えばヨガマットとか、折りたたみ椅子とかね、あるんですけど、そういうものはもちろん持ち歩けないので、持ち歩けるものだけ。で、引っ越しをするんだったらもう、今置いてるものはすべて部屋のインフラとして別にして、で、これだけで行くっていう風な感じになると思います。で、今日は、この中に入ってる、基本的に入ってるようなモジュールシステムを紹介していきたいと思います。で、普段自分がもう生活で使っている、例えば、食器類とか、クッカー類とか、あと今洗濯している服とかその辺ごちゃごちゃあるんで、その辺は外してます。で、あと、シュラフですね。シュラフも外してます。シュラフは常に詰めておくわけではなくて、部屋に保管するときには、やっぱりそのロフトを潰さないために、別の保管用の袋に入れて、備え付けのクローゼットに吊るすっていうことをやっていますね。なので、山に行くときだけシュラフを詰めていくって感じなので、それは別にしています。なので、それ以外を今回紹介していきたいと思います。実際開けていきます。そのシュラフが入ってないから、これだけコンパクトになってると。で、シュラフが詰まってくると、もう少しこの高さが上がりますね。で、このロールトップタイプなんで、割とその容量が調節しやすいっていうのも、このバッグのメリットかなと思います。で、外側にはですね、こういうポール、テント用のポールが入っていたりとか、あとはペグですね。こういうふうにペグが入っています。あとは、エマージェンシーブランケットですね。ソルのエマージェンシーブランケット入れてたりします。で、一回、これで一個ずつちょっと中身見ながら並べていきますね。もうね、結構シンプルなんですよ。まずクッカー類ね。クッカー類があります。で、はい。背面にラップトップ、PC 持っていきます。PC があると。で、あとは、衣類ですね。衣類がちょっと入ってます。これ、ショーツぐらいかな。ショーツぐらい。衣類が入ってる。で、こっからが3モジュールって感じで、もう3つにまとめてるんですけど、まずは、ハイジーンアイテムですね。衛生用品、衛生系のアイテムをここにまとめています。で、それから、これはバッテリーシステムですね。もうバッテリー。バッテリーの袋です。はい、まとめてます。で、こちらがEDC って感じで、エブリデイキャリーって感じで、自分が日常的に使うものですね。を詰めてます。で、なので基本的に、衣類とかクッカー類を外すと、もうこの3つですね。これが、3モジュールシステムっていう感じで、なので、なんて言うんだろう。例えば歯を磨きたいなとかってなった時に、どれに入ってるかみたいな、このインナーの袋を増やせば増やすほど、探す手間が増えるんですよね。だからこれ結構人によってバランシングが難しいんですけど、なので結構細かく分ける人もいたりとか、あるいは本当に大雑把に分けない人もいると思うんですけど、それは人によって多分使いやすい数っていうのがあると思うんで、僕はですね、長年っていうかやり続けて、最終的にこの3つになりました。はい。なので、バッテリーシステムと、エブリデイキャリーと、ハイジーンって感じ。だからテントとかでも、これをもう、定位置を決めておいておけば、ヘッドライトを探すときとか、充電したいときはこれとか、あと音楽聴きたいとか、ちょっと薬飲まなきゃとか、そういう時はこれみたいな、そういう風な、用途によってですね、もう、それを一つ取れば OK みたいな感じにしていると。
で、この、やっぱロールトップタイプっていうのは、中がもう完全に一気質なんですよね。だから、外側のポケットももう、ここにザクってあって、サイドが2つあるだけっていう、結構シンプルなスタイルなので、だからなんて言うんだろう。ポケットごとにいろいろ物を分けるっていうことができないんですよ。うん。で、それが、シンプルな良さでもあるんですけど、だからその人によって使い勝手というか使い方が求められるようなものでもあるんですよね。だから自分でこういうふうに分かりやすく、モジュール化して、インナーの袋を決めておくっていうのが、このロールトップタイプの使いやすさにつながってくると思っています。なので、私はもう3つ、もう3モジュールっていう感じで、作ってますね。で、あとはもうテントが入ってて、で、ちょっと重いんですけど、パッドですね、パッド。はい。なんて言うんだろう、スリーピングパッドって感じ。下に引くようなやつが入ってる。以上です。そんな感じです。はい。これで全て。で、本来であれば、この中に一番下にテントじゃないや、シュラフを入れているって感じですね。はい。じゃあちょっとざっくり中身を紹介していきます。はい。これが全体像ですね。はい。全体像になってます。で、バックパック、で、これサーマレストのパッド、で、これはハイパーライトのミッドワン、テント、で、PC とクッカー類。で、それから衣類ですね。はい。そんな感じ。でね、詳しいことは、ハイキングギアの紹介で紹介してるので、今回ちょっとこのエブリデイキャリーの、このメインの3つぐらいにしようかなと思いますね。はい。で、まずエブリデイキャリーに入ってるのがこんな感じです。まず、これエマージェンシーキットですね。薬とか、そういうバンドエイドみたいなものが入ってたりします。で、ヘッドライト、ペツルのヘッドランプはこの中に入れてる。でそれから、手話の、ヘッドフォンですね。で、これApple の USB-C のアダプターつけてます。で、これ山では結構、充電がめんどくさいんで AirPods を持っていかずにこれで行くみたいなこととか、最近はそういう風にしています。で、それから耳栓。耳栓もこっち枠。ハイジーン枠でもいいんだけど、基本的にはエブリデイキャリーの方に入れてる。で、それから、紀ノ国屋オリジナルジップウォレット。はい、時丸田中仕様。で、これはですね、ちょっと工具類が入ってます。で、三脚用のスパナとか、で、替え用のストラップとかね。で、エアマットレスがパンクした時用のちょっと修理器具とか、そういうちょっと工具類、修理とかに使うようなものが入ってる。こんな感じです。はい、それからハイジーンアイテムです。ハイジーンの袋には、替え用のガイライン。で、ソーヤの浄水器。で、ポケットティッシュと、なんか汗拭きタオルみたいなやつ。で、トイレットペーパー。こんな感じで入ってます。で、この紙類は、意外と統合できたりもするんですけど、で、ウェットティッシュも結局水で濡らせばいいんじゃないかって感じになるんで、この辺は軽量化できるんですけど、で自分はそこまでカリカリに削らずに、ちょっと使いやすさっていうか快適さを重視してますね。花粉とかの時期は花粉あったりするんで、これ持ってったりとか、そんな感じにしています。で、今部屋で使ってるんで、歯ブラシとかですね、日焼け止めとか、そういうものがこれに加わります。実際に出るときは。そんな感じ。はい。それからバッテリーシステムですね。これだけのシンプルな形です。で、これ最近手に入れましたね。この袋を。はい。マウンテンローレルデザインの DCF ポーチ。はい。いつもお世話になってるムーンライトギアさんで、はい。買ったんですが、すごくいいですね。もうむちゃくちゃね、もうこれがちょうどフィットするんですよ。なんかこういう自分の道具がフィットするときに本当に気持ちが良くて、で、これまではバッテリー関係は、ジップロックに入れてたんですけど、ジップロック結局、痛みが割とこう出てきて、何回か変えなきゃいけなくなってくるんで、穴が開くと。なのでちょっと丈夫なもの。で、必ずもうバッテリー関係は持ち歩くので、で、ちょっとね、いい袋にしてみました。軽くてすごく最高です。で、止水ジップで、ちゃんとね、水も入ってこないような仕様になっています。で、この3つが完全に収まると。
で、場所によっては本当はもう一つ予備バッテリー、このソニーのは Z バッテリーなんですけど、これをもう一つ加えたりしますね。なので3つぐらいでいったりします。で、これはモバイルバッテリーで、これまで2万ミリアンペアのものを使っていたんですけど、1万に変えましたね。はい。アンカーのこのプラグタイプの1万です。で、これがね、すごく良くて。で、ケーブルが USB-C がもうすでについてるんですよ、一つ。こんな感じで。なので、もうこれで充電ができてしまうと。で、持ち歩くものはこの USB-C のケーブル1本だけでいいと。ここにね、あるので。で、これを使えば、もう電源のプラグもいらないし、これだけで、スマホとソニーのカメラを一気に充電できるっていう感じで、もう自分にはもう一番ベストかなと思いますね。で、実はその MacBook を持っていくときは、もう少しこれ 30W の出力なので、65W にして、で、MacBook 用の、電源プラグ、パワーアダプターを節約するみたいな、もう削除するみたいな方法もあるんですけど、僕は結構動画編集とか割と重めのことを MacBook で行うので、そっちの電源はね、純正のものを今のところキープしてますね。うん、ちょっとバッテリーの劣化とかも激しいんで、で、結構、このだから、今ちょうど進化の途中なので、このバッテリー関係が。うん、だからこれはね、今後もちょっとね、いろいろ入れ替える可能性があるし、うん、結構考えようがあるアイテムですね。うん、結構考えようがあるアイテムだと思います。はい。はい、ということでメインのこの3モジュールですね。がこんな感じになっていると。はい、全体像こんな感じです。で、他の詳しいアイテムはですね、他のハイキングギア紹介でやってるので、そちらもぜひご覧ください。はい。ということで、簡単にですが、自分のワンバックワンライフシステムの紹介でした。で、全持ち物リストは自分のメンバーシップの方で公開しているので、ぜひそちらもご覧ください。チェックしてみてください。年に2回更新しています。でね、次の更新は多分7月になりますね。ほぼほぼ今回で、前期の更新は完了したんですけど、ちょっと細かいアイテムを最後に見直して、で、その更新版を7月におそらくお送りすることになるかと思います。はい。ということで、本当にね、シンプルになって、one bag, one life ってことで、これ一つで暮らしていきます。そんな様子をお届けしますので、ぜひチャンネル登録もして、次も遊びに来てください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。